こんにちは、あきです。昔から私のことを知ってくださってる方は、バトラーのイメージが多いっていう風に言われることもあります。華々しい優勝みたいなのは結構少ないんですけど、思いつくものだけ書くとこんな感じ。なんや、ほとんど優勝できてへんやんって思われる方もいらっしゃると思うんですが、実は予選のハードルが一番高いです。周りはプロのダンサーばっかりなので、努力なしでやっぱり勝っていくっていうことは相当難しいです。駆け引きだったり、大舞台でのメンタルコントロールとかは誰よりも意識するようにしてきたと思うので、自分の中でのメソッドはあるんですが、そのあたりのマニアックなことは別の機会でお話ししようと思うので、今回はダンスバトルを視覚的に分析して評価基準だったり、意外と気づきづらい大事なポイントなどをお話ししようと思います。最後にそれを踏まえてどういうふうに私が準備をしているかっていうところまで今日お話ししようと思います。ダンスバトルは昨今メジャーになりつつあるので、大体どういうものなのかっていうのはご存知の方も多いと思うんですけど、明確な基準がないことの方がほとんどなので、よくわからないって思っている方も少なくはないと思います。私の感覚では評価する基準にレーダーチャートのようなものがあって、審査される主な項目を挙げると、1つ目はスキル、ファンデーション、その後が個性とかスタイル、第一印象、5つ目が構成力っていう感じですね。これ以外に外的要因として運だったり曲の好みだったり体調とかのコンディションとかも含まれてくるんですけど、なかなか自分ではコントロールしづらい部分なので、このレーダーチャートからは外しています。出る側、プレイヤー側としてはこの項目で満点を取れるように準備していくんですけど、ダンスバトルの面白いところは、これをいくら準備しても必ず満点が出せるわけじゃないっていうのがすごく面白いポイントですね。先に挙げた外的要因の影響があるのももちろんなんですけど、出ているダンサーや会場の雰囲気、対戦相手との相性だったり、バトルの目的によっても結果が大きく変わることは割とよくあります。私がさっき言った5項目の内容自体も変わることもありますし、この五角形の数値が5点満点の時もあれば20点満点の時もあったりするので、いろいろな状況によってパフォーマンスの判断基準はすごく変わってきます。じゃあ具体的にこの5項目にどういうことが含まれるかっていうところをちょっと説明していきたいと思います。まず一つ目のスキルに関しては、イメージもしやすいかとは思うんですけど、華やかさだったり、テクニックの部分や引き出しの多さ、表現の多様さなどが挙げられるかと思います。ハウスダンスで言うと、ステップのクオリティとかもこの部分に含まれますね。スキルを高めるためには、日々の練習であったり、トレーニングが大事になってくる他に、自分の持っている知識を手に取りやすい位置に留めておかなければならないので、自分がどんなことを知っているか、どんなことができるかっていうことを理解しておく必要があります。例えば四字熟語とかを知識として知っていても、ナチュラルに使える人って普段からそういう言葉を使っていたり、そういう表現が好きだったりすると思うので、自分の持っている知識を取り出せる状況にしておくっていうことも必要だと思います。ただこのスキルは次のファンデーションが整っていないと十分に機能しないっていうところがポイントです。で、2つ目の項目がファンデーションです。いわゆる基礎力の部分ですね。しっかりと基礎固めができているか。これはいくらスキルがあったとしても、基礎に対しての意識であったり、地盤固めっていうのがしっかりできていないと、ほとんどの場合見抜かれてしまいます。例えば、体作りであったり、アイソレーション。それぞれのジャンルで細かい部分は変わってくると思うんですが、いわゆるもう基礎っていう部分です。あえてこの項目を基礎にしていないのは理由があって、踊り以外にもダンスに対する考え方であったりとか、その人の思考の癖とかも当てはまる場合があります。その個人が持っているポテンシャルだったり人間力っていうところも踊りに出てくる要素なので、ダンスにおける基礎だけじゃないので、こういう表現にしています。習得には一番時間もかかるし、状況や環境によっても変化がある部分も含まれています。なので意識
識しなければ抜けちゃう要素なので、私もよく反省するポイントはここが多いですね。なので個人的に5項目の中で一番大事なことだと思っています。3つ目は個性とスタイルです。一般的にオリジナリティとか言われることもあるんですけど、誰に影響を受けているかだったり、どんな好みがあるかっていうところもダンスに現れる部分なので、ここに当てはまるかなと思ってます。なので自分自身が何が好きなのかとか、何が得意なのか、何を表現していきたいのかっていう部分もしっかりと理解している必要があると個人的には思ってます。これには2種類あって、中でも核心にある個性、スタイルっていうのはそんなに頻繁には変わらないんですけど、表面の個性、スタイルっていう部分で言うと、その時の目的や自分の置かれている状況によっても見え方が変わってくるので、核と表面っていうので2種類あるかなと思ってます。私がバトルに出だした時は圧倒的にここが足りていないなと思ったので、徹底的にいろいろ試したりしていました。自分はどんなダンサーか問いかけてみて、明確に言語化できると、これから何を練習していったらいいかっていうことがはっきりするので、ダンスバトルに挑戦していてそこがはっきりしていないっていう方は、一度ゴリゴリに自己分析をしてもらえたらと思います。結構おすすめです。4つ目ですが、これはファッションと相性だと思います。すごく申し訳のない結論なんですけど、ここに正解はないと思います。例えば TPO に合っていないファッションをしていたら、親って思うことって日常でもよくあると思うんですよね。だからといって環境とか誰かの真似をしたりとか合わせすぎる必要もないと思いますし、軸としては自分に合ったファッションをするっていうのが大事です。私の場合は TPO であったり見せたい踊りに合わせたファッションを意識してますが、自分のお気に入りの服を着続けることで、そのいつものファッションがその人のトレードマークになって個性にもなるので、人の数だけ違っていいかなと思います。相性についてはもう人間関係とかと一緒で、全員に好かれるっていうことはもう不可能ですよね。だからこうするべきっていうものはないんですけど、ただ方法として不快感を軽減させるっていうことはできますし、そういう情報を全くせずに自分を前面に押し出すっていうのも一つ表現の方法なので、これについても正解はないかなと思ってます。好みの部分だとは思います。ただ一つ言えることは、第一印象の影響は少なからずあるっていうことです。最後、構成力です。これがバトルにおける勝敗の鍵になるケースが非常に多いかと思います。どれだけ曲と踊りが一致しているかであったり、限られた時間の中で自分の踊りをしっかり表現できているか、内容のある踊りになっているかとか、審査員やバトルの目的や雰囲気によっても変わって見えるパターンもあります。非常に難しい要素の一つです。で、私の中で意識しているのは起承転結ですね。イメージしやすいもので言うと、物語、映画のようなストーリー性とか流れで踊りを構成できると良いかと思います。私がバトルに出るときは基本的には全然即興なんですけど、大体の流れだけ決めて踊ることが多いので、めちゃめちゃ緊張してたらゆっくり始めて尻上がりになるようにするのが多かったりとか、あと波を作ったりとか、ざっくりとした起承転結ですけど、このステップをやる、この技をやるとか、そこまでは決めてないんですけど、おおよそのイメージとしてはこういうかかっている曲でストーリー性が表現できたらいいなっていう感覚で踊ってます。大きく分けてではありますが、この5つの要素が勝敗を握っているケースが多いです。これを踏まえて、私がダンスを再開した時の2019年のダンサーライブヒーローズ関西予選で実際に意識したポイントをお話ししようと思います。もちろん 1,2 ヶ月前から練習始めて準備はしてたんですけど、直前になるとメンタルを整える
ように意識をしていて、1番と2番のスキルやファンデーションのところに関しては、日頃の練習や準備に左右される部分が大きいので、バトルの直前はそこまで焦らないようにしています。3つ目の個性とスタイルに関しては、ざっくりと自分の中で目標を決めます。ものすごくメンタルが弱いタイプの人間なので、上手い人の横に立ったりするとめちゃめちゃ上がっちゃうので、自分を落ち着かせるためにもざっくりとした目標だけ立てて、自分の個性を見失わないように気をつけてます。第一印象の部分では、事前に準備できるのはファッションの部分ですね。今の自分の踊りを最大限に引き出してくれるファッションを売るように意識して、当時クラブにもほとんど行けてなかったので、あまりカジュアルな格好が好きじゃなかったのと、会場も広いのでモノクロが多いんですけど、ブルーのシャツを選びました。靴は体力にちょっと自信がなかったので、なるべく軽くてよく滑るジャズシューズを履いています。要素5つ目の構成力については、これまで練習で撮影してきた自分のムーブを徹底的に見返します。この流れとかこの動きは起承転結の雰囲気を作るのにすごく大事なムーブだなって思ったところを自分の中で何回も繰り返し見返して、客観的に自分がどう見えているか確認することと、自分がどんな動きができるかっていうのを意識しておくだけで、本番のような緊張状況でも動きが出てきやすくなります。そんな感じで、以上が私が思うダンスバトルの分析と評価基準でした。こういうバトルに対する話ってあんまり外に向けてするもんじゃないかなと思うんですけど、もう本当に私もこの5本の指に入る人にしか話してないことが多いので、自分の中でも割と決めてきたんですが、バトルで勝てたり違った視点でダンスが見れるとよりダンスが楽しくなると思うので、ちょっと動画にしてみました。心理学だったり戦略論だったり自分で学んでやってきた部分もあるので、コアのマニアックな部分はまた別の機会でお話ができればなと思ってます。とはいえいくら準備しても必ず勝てるわけではないので、それがダンスバトルの面白いところであり大変なところでもあるんですけど、魅力の一つかなと思います。一応勝負事ではあるんですが、勝ち負け関係なく一つ一つのバトルにたくさんドラマがあるので、参加するのも観戦するのも楽しんでもらえたらいいかなと思います。練習だけでは補えない部分はもう本番にあるので、自分の踊りを成長させたいって思っている方は一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。それではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。